こんにちは、発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識やシンプルで快適なライフスタイルを実現する方法などについてお伝えしています。で、今回はですね、現代人のミネラル不足がかなりひどいというお話をしようかと思います。で、そのミネラル不足を解消する方法なんかもお伝えしていこうかなというふうに思っています。ということでですね、以前食育コーディネーターっていう方のですね講演を聞いた時に、ちょっと驚きの数字を見せられたっていうところですね、そこを元に、お話ししていきたいと思うんですけども、やっぱり現代人って非常にミネラルが不足しているという実態が、明らかになっているということなんですね。当然ですね、そのチェーン店の、とか、外食する場合のですねチェーン店とか、あとはスーパーなんかに売っているお惣菜とかですね、そういったもの、あとはコンビニの弁当とかですね、そういう食べ物ってなんとなく体に良くないとか、そういうのって大体皆さんご存知だとは思うんですけれども、具体的にどれぐらいどんな風に、悪いのかっていうところをですね、このミネラルという部分について、重点的にですね、数字を示してもらったという、講演がありました。で、そこでちょっと具体的な数字とかはですねここでは出さないんですけれども、一応ですねこのカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、カリウム、ナトリウムという7項目ミネラルのみに関しての数字を見たんですけれども、実際にですねその売られているものに対して、調査を行ったところですね、かなりなんていうんですか、理論値とかけ離れた数値が出ていたといったところなんですね。計算上の数字とはかなりの開きがあったというところです。で、どういうふうに開いているかというと、実測した値ではこのミネラル分がもう全然ものすごい少なくなっちゃってるんですね。要は例えばそこに、なんか煮物とかがスーパーのお惣菜とかであったとして、でそこに人参と、じゃがいもと、玉ねぎとかいろいろ含まれているとしますよね。でそれ自体のものを、個々に、数字を出して計算して出たこのミネラルの値と、実際にその売られているものを調べた値っていうのが、ものすごく違っているというところなんですね。なぜそうなるかというと、やっぱり調理していく段階で、水抜きをしたりとかですね、アク抜きをしたりとか、そういうことをしていくので、そういった段階でどんどんこの栄養素っていうのは、大量に消失していくというところなんですね。やっぱり大量生産しているそういうなんていうんですか、カット野菜とかそういうものとかって、ものすごい洗ってるんですよ。要は雑菌が繁殖しないためにもうその工程、調理加工の工程でものすごい洗っている、なんかちょっと変な薬をですね、かけているっていう場合ももちろんありますし、そういった、加工段階を経ることによって、栄養素っていうのはもう消失してしまっている。特にこのミネラル分がものすごく減っているということが、実態として分かっているわけなんですね。で、かつですね、やっぱりそのミネラル分とかそういうものが失われていて、かつ、添加物っていうのもたくさんも入っているというものなんですね。やっぱりああいうコンビニの弁当とかって、このパッケージの裏側の表示を見てもらうとですね、ものすごい量の添加物が入っていたりするので、やっぱりですね、それをしっかり見ると、なんかあんまり食べたくないなみたいな風に思うと思います。なのでやっぱりそのコンビニ弁当とか、惣菜ですね、スーパーのお惣菜、中にはちゃんとそこで手作りしていて添加物あまり入っていないっていうものとか、もあると思うんですけども、大体大手のスーパーなんかに売っているものとかはですね、栄養成分っていうのは全くないって言ったら言い過ぎかもしれないんですけども、ほとんどないと言っても過言ではないんですよね。で、カロリーは大量にあるということですね。ファストフードとかも同じですよね。添加物もたんまり、デパ地下とかの、お惣菜ってなんとなく
大衆的なスーパーに売っているお惣菜よりもデパ地下とかのお惣菜ってなんとなくいいようなイメージがあるかもしれないんですけども、それ全く一緒ですよね。デパ地下とかの高級惣菜なんかも栄養成分はほとんどないと言っていいと思います。でやっぱりそういうことって知識としてなんとなくほわんとは知ってはいるんだけども、実際に本当に実測した実験結果っていうのが出ていて、やっぱりその実験結果ではそのミネラル分とかですね、特にもう大幅に減っているということがありますので、なかなかですね、そこをちょっと考えていかなければいけないなというところですね。要はそういったものばかり食べている現代人っていうのはものすごくミネラルが不足しているわけなんですね。なので、だからといって加工食品を一切買わないとか、忙しいからそんなに毎日しっかりご飯を作っていられないとか、そういったこともあると思うので、じゃあこのもうミネラル不足になってしまっている状態をこれからどうやって改善していったらいいのか、家庭で簡単にできるミネラルの補給方法ですね、ミネラルの解消、ミネラル不足の解消方法ですね、これをお伝えしていきたいと思います。で順番にですね見ていきたいと思うんですが、まずだしを活用するというところですね。そのだしにですね煮干しとか昆布とか、そういった天然素材を使って出汁を取るというだけでもミネラル補給することができます。で昆布とか、その煮干しとか使ったら、その出汁取った後の昆布なんかをですね、さらに鍋から出して、それ刻んでまたに、それを煮物にしたりとかっていう風にして、それも食べると、いう形ですね。でよくその出汁を取るときに粉末のその出汁って売ってますよね。レトルトみたいな感じの、粉末の出汁って売っていて、すごくそれ手軽でいいと思うんですけども、味的にはそれが美味しいと思うかもしれないんですけども、やっぱりそこには本来のミネラル分っていうのは入っていませんし、あとその市販の出汁の素みたいな粉末状のやつですね、あれっていうのはもう非常に塩分が多いんですね。なので、塩分取りすぎということにもなりますし、あとは本当にこの砂糖がいっぱい入っていたりとか、もっと悪いものだと、ブドウ糖果糖液糖というやつですね、異性化糖というのが入っていたりしますので、なるべくだしの粉末っていうのは使わない方がいいですね。そのだしの粉末でも、いいものを選べば、いいと思うんですけども、安いお値段でスーパーとかに売っているようなものだと、いろいろですね問題が出てきます。なので、どうしてもだしの粉末を使うっていう場合、忙しくてですねだしを取ってられないっていう場合は、少しお金を出していいものを買うですね。添加物とか、余分なものが入っていないものを選んでいただくといいと思いますし、でもですねやっぱりだしっていうのはすごく大事なものになりますので、本当に簡単なやり方、もう丁寧に和食の出汁を引くっていうことは、毎日はやってられないと思うので、本当にめちゃくちゃ簡単な引き方で夜ですね寝る前に鍋の中に水を張って、そこに昆布をポンと入れておくと。で翌朝ですね、ちょっと30分ぐらい加熱するとか、それだけでも、いいですので、そこの出汁をですね、取るということをやっていただきたいと思います。昆布とか使えばですね、出汁取った後その出汁からの昆布を食べてミネラル補給するっていうこともできますので、まず最初は出汁の活用ということをやっていくといいと思います。で、続いてですね、生成されていない油を取っていきましょうというところですね。エキストラバージンオリーブオイルだったり、そういった菜種油とかでもいいんですけれども、とにかくですね生成されすぎていない油ですね、それを、選んでいただく。でいい油、良質な油を取っていくと、人間のこの細胞のですね細胞膜を健全にするということをしてくれますなので、やっぱり油普段毎日、使いますよね。油はいいものを選んだ方がいいと思います。
油の選び方に関してはですね、いろいろありますけども、例えばそのオメガ3を、取っていくといいとかって言われていたりとかですね、いろんなことが言われていますけれども、やっぱり油に関しては体にとっていいものを、選ばないと逆にその悪影響を及ぼすということもありますので、簡単に言うとですね、まずサラダ油はやめといた方がいいです。で、生成されまくってますので、サラダ油ってもう非常に精製度が高い油なので、まずそのサラダ油をやめるっていうことを、していくといいと思いますね。一番いいのはお値段は張りますけれども、伝統的な圧搾方法で絞られた本物の油ですね。で、油の選び方に関しては別の動画で本物の調味料の選び方というところの動画で油編を、配信しておりますので、そちらを参考にしていただけるといいかなと思います。ということで、続いては、食材ですね。ミネラルが豊富な食材を取っていきましょうというところです。で、どういう食材にミネラルがたくさん含まれているのかと言いますと、小魚とか海藻類、あとは種子類ですね。なんで丸ごと食べられる小魚とかがいいと思います。煮干しとか、目刺しとかししゃもとかもいいですね。しじみとかそういう貝類とかもいいです。そういったものにミネラルがたくさん含まれていますので、よくですね、子供のおやつって、甘いものとかを与えてしまう人って多いかもしれないんですけども、子供のおやつに小魚、食べる小魚っていうのが売っているので、そういうものをですね、与えてあげるといいんじゃないかなと思います。よく小魚とナッツが一緒になっているような、スナック的なものですね、袋に入っているようなものあると思いますので、ナッツとかが入っていると子供も喜びますし、そのナッツの方からもミネラルを取ることもできますので、そういったものおすすめですね。食べる小魚っていうのが売ってたりします。なので出汁用の小魚っていうのじゃなくって食べる小魚っていうのが売っていたりしますので、そういったものをですね、おやつにしていただくといいんじゃないかなと思います。で、海藻類もですね、非常にミネラルがたっぷり含まれています。特にカルシウムとか多いですね。なので昆布とか、わかめですね、あとは海苔もいいです。あとはひじきとかですね、そういったものを普段から取り入れていけるといいかなと思います。わかめとかすごく簡単ですよね。乾燥したやつでいいので、乾燥したやつ買ってきといて、賞味期限も長いですし、で、ちょっともう本当にちょっとだけ水で戻して、でそれをもうちょっと塩だけ混ぜて、ご飯にかけるとかしてあげるだけでも、たくさんミネラル摂取することができると思いますので、こういったものを意識してですね、取っていくといいと思います。あと種子類、そばとかもいいですし、ごまとか、あとその木の実系ですね、くるみとかアーモンドとか、そういったもの、あと栗ですね。栗すごくいいと思います。甘栗のもう皮剥いてあるやつって言ってますよね。あれとかおやつにすごくいいなと思います。甘くて美味しいですし、余分なものが入っていないですし、ミネラルとかも含まれているということで、これもおすすめですね。で、続いてですね、ここすごく重要です。リン酸塩を避けるというところなんですけども、ミネラルを排泄してしまうっていう、働きがあるのがこのリン酸塩というものなんですね。これ何かというと、食品添加物なんですけれども、どういうものに添加されているかというと、冷凍食品とか、ふわふわのロールケーキとか、パンとかですね。で、あとはプリンとか、あとはちくわとかはんぺんとか、そういった練り物系にもこのリン酸塩ってよく入っています。すごく使われています。なんで、そういったものをね避けていくといいんですよね。かなりたくさんの加工食品にリン酸塩って、使用されています。ハムとかソーセージもそうですねにも入ってますし、あと見逃しがちなのが乳化剤ってやつですよね。乳化剤って書いてあるだけで
要はその乳化剤っていろんな種類の乳化剤が含まれていて、その中にもリン酸塩が入っていたりします。よくその一番乳化剤って身近で取ってしまいやすいのがプロセスチーズですね。日本のチーズってナチュラルチーズとプロセスチーズって両方あって、ナチュラルチーズはいいんですけども、プロセスチーズの方は、いろんなチーズが、混ざっているんですね。いろんな種類のチーズが混ぜられているんですが、それを混ぜて、うまいこと形にしていくためにこの乳化剤っていうのは使われています。で、その乳化剤にこのリン酸塩というものが入っています。あとはファミレスとかでよくコーヒーおかわり自由とかってありますね。あれかなりその抽出するコーヒーをたくさんこの抽出するためにリン酸塩が使われているというのもよく聞く話ですし、あとはそのスーパーとかですね、に売っている惣菜、そういったものにもやっぱりその pH 調整剤と書いてあるものよく見ると思うんですけども、裏を見ると、結構書いてある pH 調整剤 pH ですね、pH 調整剤というものです。そこにもやはりこのリン酸塩というものが使用されています。で、その乳化剤とか、pH 調整剤ですね、そういったものって一括表示っていうのがされてるんですね。そういった添加物は一括表示というものがされていまして、要はたくさん添加物使っている中で、一つ一つの量はすごく少ないからもう一括でボンって、表示していいですよという法律なんですけども、なんでその中にリン酸塩が入っていても、表示としては乳化剤だけとかなんですね。なんで乳化剤って書いてあるとなんかイメージ的にあんまりそんな悪いものじゃないような気がしますよね。なんか乳化しているだけみたいな感じなので、そんなになんか体に害がなさそうかなっていうふうに思いがちなんですが、実はそうじゃないんですよね。で、その量もですね、やっぱり乳化剤って書いてあって、その乳化剤が含まれている量がどれくらいなのかっていうのはわからないですよね。その、プロセスチーズならプロセスチーズに入っている乳化剤の量が全体の重量の何%ぐらい入っているのかっていうのはその表示を見るだけではわからないので、その中にリン酸塩がですねどれぐらい含まれているのか、というのはですね、やっぱり消費者がするとしっかりはわからない。なので、加工食品にはたくさんこのリン酸塩が入っている可能性が高いです。なので加工食品ばっかりを毎日食べていると知らず知らずのうちにこのリン酸塩というものを大量に摂取してしまっていたということはあり得るわけなんですね。はい。で、やっぱりそのリン酸塩っていうのが、何をするかっていうとミネラルを排出してしまうんですね。せっかくいっぱいミネラルを取っていてもリン酸塩を取ることによってそのミネラルがまた体外へ排泄されていってしまう。なので非常にもったいないですよね。そういった意味からもやっぱり加工食品をですねあんまり取らない方がいいといったところです。はい、で最後ですね、水抜きやアク抜きをなるべくしないというところです。下茹でをするとかですね、水で煮て煮た水を捨てちゃうとか、あとはアク抜きですね。アク抜きとかをした方が美味しく食べれるかもしれないんですけども、やっぱりそのアク抜きすることでミネラル分全部出てしまいますので、なるべくこういったことをしない方が、ミネラルを摂取していく補給していくためには、いいですよといったところですね。これは味的な問題とかがありますので難しいところではあるんですけれども、ミネラル不足を解消しようって思ったらやっぱり、なるべくギュッとなんていうんですかね、水で煮てしまってその煮た汁は残すとか、っていうことをするともったいないですので、なるべく全部お野菜ならお野菜の煮物とかを作る時も、全部まとめて摂取できるような形で調理をしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。なので無水鍋とかで調理するっていうのはすごくいいですよね。ミネラル分とか他の栄養分とかも逃すことなく全部食べるということができるので、無水調理っていうのもすごくおすすめです。はい。でやっぱりそのリン酸塩っていうのがですねやっぱり一番大変な問題です。なんでリン酸塩を過剰摂取すると、カルシウムの吸収を妨げたりするっていうことも言われています。骨の中のカルシウムを排泄
してしまうし、かつ吸収を妨げるっていうこともしてしまいますので、取りすぎると骨粗しょう症の原因になったりとか、あとはですね、お子さんのこの発達の妨げになったりもしかねません。骨がどんどん成長していっている段階でですね、そういった加工食品ばっかり摂っているイコールリン酸塩ばっかり摂っていると、カルシウムが、うまく摂取できない、イコール骨の発達が悪くなってしまうということですね。リン酸塩っていうのはですね、その体内で、吸収されずに排出されるので、そのリン酸塩が体内に溜まってしまうっていうことはないんですけれども、その排出するときに体の中にあるミネラル分と結合して排出されてしまうんですね。なので、このリン酸塩自体がなんか直接人間の体に害を及ぼすってことはないんですけども、リン酸塩を摂取することによって、そのリン酸塩が排泄されるときに、こういった人間にとって必要な、ミネラル分も一緒に外に出てしまうということなので、これを注意していく必要があるわけなんですね。はい。なので、現代人はミネラルが不足しています。でこういった、ミネラルをですね、不足しているのでたっぷり取っていかなければいけないっていう状況に、そもそも陥っているのに、それに拍車をかけて加工食品ばっかり食べているとリン酸塩を摂取することによって、さらにこのミネラル分が失われていくということなんですね。なので、だからといってその加工食品一切食べないっていうのは難しいということがあるかもしれません。だから、加工食品をどうしても食べたい場合ですね、そういった場合は一緒にミネラルが豊富な食べ物を食べていくと、なんとか、トントンにできるかもしれないといったところですね。なので、加工食品どうしても食べないとなかなか難しいっていうことであれば、せめてこのあたりですね、だしを活用するとか、油だけはいいものに変えるとかですね、あとは、こういった小魚をちょっとそこに添えてみるとか、わかめなんかを、そこにちょっと入れてみるとか、なんていうんですかね、例えば惣菜で売っているなんか海藻サラダみたいなやつを買ってきても、その海藻サラダには多分あんまりミネラル含まれてないんですよ。なので、そこにプラスして自分でわかめ足すとか、それだけでも、いいと思います。なのでそういった工夫をしていって、ぜひですねミネラル不足を解消していっていただけるといいかなというふうに思います。でプラスですね、やっぱり発酵食品というものを取り入れていくことによって、さらにですね腸内環境を整えていくとか、そういったこともできると思いますので、ぜひですね気をつけていただきたいなということで、この動画ではですね、こういった発酵食品についてとか食に関しての知識、あとはシンプルライフについて、といったテーマでですね皆様のお役に立つ情報を発信していきますので、見逃したくないという方はですねぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはですね概要欄にいろいろ貼ってあるんですけども、その中に、動画で学べる発酵食講座というですね、発酵食の動画講座を、載せておりますので、興味がある方は、ぜひですねこの概要欄の方チェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。